はい、今日はダブルブレードのレイを作っていくんですけれども、その前に、リボンのこの巻き方をやっていきたいと思います。ですね、ダブルブレードはリボンを4束もう1個ですね使うので、このようにしてこの裏からですねこうやってリボンを引き出していくととても作りやすいです。この巻きのままですね使っていくっていうのも、そのままでもいいんですけれども、同じ色を2本とか使う場合にはこれ巻きだと使えないので、このような形にしていきます。その場合なんですけれども、この親指のところにリボンを引っ掛けます。で、このような状態にします。で、今こうなっているので、リボンを小指と薬指の間に入れます。で、くるっと今度親指と人差し指の間に入れます。こうですね、こう8の字というのかな、横の8の字を描くようにくるくるとやっていきます。これを繰り返していくとなっていくので、この小指と親指のこの間間隔についてはリボンをどのぐらい使うかっていうところにもよるので、たくさん使う時はやっぱりこう大きく広げて大きく8の字を描いていった方がいいです。少ししか使わない時はもうこの幅をちっちゃくしてちっちゃい巻きにするとやりやすいですね。はい、これで最後はここリボンをカットして、この上で巻いて、このまっすぐになっているところに畳み込みます。これはこっちで畳んでもこっちで畳んでもどっちでもいいので、はい、そうするとリボンの方をここから出していくと使いやすいですね。それからこの巻きのリボンを使う時、ついでなのであれなんですけれども、このまま出していくとこうくるんくるんになるんですね。そうするとリボンもくるんくるんになって使いにくいので、こう巻きからリボンを出す時はこうまっすぐ引き出します。こうするとリボンがこうくるくるならないので作りやすいです。小さいことですけれども、これをやるかやらないかでちょっとイライラ度が変わってくるので、気をつけてみてください。はい、では編んでいきます。4本今日は使うので2本ずつですねブレード編みをしていきます。まず最初この左側2本ですねが、2本で編むブレード編みというやり方と同じやり方なんですが、短い方を向こう側、長い方を自分の方に向けて、編んでいきます。この左側のリボンを右側のリボンに、ごめんなさい、間違えました。こうですね。白い方を横にしてピンクが縦です。で、この白い方をこのようにピンクの方に通します。で
この状態だとばらけてしまうので、ピンか何かでこのまま留めておきます。で今度右の2つですね、同じように短い方を向こう側にして輪を作ります。で同じように輪の中にピンクのリボンを入れてクリップで留めておきます。はい、これで同じものが2個できました。はい、そうしたら今度このリボンを重ねます。この左側のここの白いリボンのところに右側のリボンを重ねます。そしたらここのピンクのリボンにつながってるピンクのリボン、これを下から持ってきて輪にして、この白い左側の輪の中に入れます。次にこの右側にあるグレーのリボンですね、これを輪にして右側のピンクの輪の中に入れていきます。次にこの左側にある白いリボンをこのピンクのリボンの中に入れていきます。そうするとこのような形になっているので、今度この下にあるピンクのリボンですね、これを右側のグレーのリボンの中に入れていきます。はい、で次にこの右側にあるピンクを左の白いリボンに入れていきます。ちょっとね、最初のうちはバラバラするんですけれども、ちょっと途中まで行くと大丈夫になるので、そうしたら次に、この右側の外側のグレーのリボンをこの右側のピンクに入れていきます。はい、次は白のリボンをピンクの中に入れていきます。次に、内側のピンクですねを右のリボンに入れていきます。はい、右側のピンクを白に入れていきます。この時点でピンク2本が内側、白とグレーが外になっています。なのでピンクピンクグレー白の順で編んでいきます。この順番を覚えておくと、あとその繰り返しなので、ちょっと最初だけねバラバラするので、内側のピンクを編んだら外側、今度グレーですね。白で左側のピンク、
こまで来るとだいぶ形になってきてるので、次はこの色だなっていうのが分かるようになると思います。例えば今この白いリボンはここに入れるんですけれども、例えばこっちに入れようとするとここに入れたら変な具合になるので、この普通に自然と入るところに入れておくと大丈夫です。例えばこのピンクをこの白に入れようとしてもちょっとおかしなことになって入らないので、この右側のグレーに入れると自然と入っていきます。こっちのピンクもこの左側の白に入れるとスムーズに入ります。でリボンの方はあまり引き締めるとリボンが潰れてしまうのでちょうどいい感じになるように引き締めてください。でその引き締め方もちょっとね均等に引き締めていかないと美しくならないので気をつけましょう。はい、この繰り返しで、お好きな長さになるまで、編み込んでいきます。はい、では続けてください。それで、途中で休憩とかした場合、自分がどこまで編んだかわからなくなったりするかもしれないんですね。そういう時はこれ首って言うんですけども、この首が内側に向いてる時はこの内側のリボンを通します。で外側に向いてる時はこの外側のリボンを通します。そうすると、間違えないで済みますね。はい、でこれで、最後まで編めました。そしたらこの最後のリボンは抜いてしまいます。でですね、ちょっとここだけ今内側に来てるので、これをちょっと外側にしたいので1個だけちょっと通しますね。はい、で出だしなんですけれども、出だしもここ外してしまいます。でこれはお好みなので、あとこことここをそのまま結んで、棒をつけてもいいと思います。今回はこのまま結んでしまうので、これリボン4ついっぺんに結びます。はい、両方ですね、このように結んだら、あとは終わりのリボンの長さを揃えてもいいしバラバラでもいいと思うので、そこはお好みでやってください。
ら、ほつれ止めは忘れずに、最後ですね、ほつれ止めは忘れずに行います。棒をねつけた方が見た目的には可愛くなるかなと思います。ちょっと今回はシンプルにおわしました。はい、これでダブルブレードのリボンレイの完成です。慣れるとすごく楽しいのでやってみてください。